ング保つ日本群馬県生まれです。東京農業大学造園学科卒業して、京都で庭師の修行に入ります。そこで5年ほど就労した後、大阪移って石屋の仕事をしたり、あとは徳島県大きな造園会社働いて、日本にはだいたい8年ぐらいの就労期間がありました。1987年春に念願のカナダへ移住を果たし、そこでいきなり起業していくという形になりました。そこで造園会社をアルバータ・カルガリーで設立し、そこで16年約で、その後2002年バンクーバーの方へ移住してきて、でさらにまた新たな造園会社をそのまま引き継いでいます。スタイルとしては、もちろん日本のバックグラウンド、京都で勉強した、日本風の庭園というのを主に打ち出してたんですけれども、基本的に私はカテゴリーにはこだわりたく自由な、カナディアンらしい庭を作りたいなと。それで今回仕事が依頼があった、苔庭っていうことで、もちろん日本のスタイルもやるということで、発注者の方から依頼がありました。2015年春、発注者よりこの人工地盤上に苔庭を作ってほしいという依頼がありました。その物件というのは現在バンクーバーダウンタウンにあるアルバーニーストリートにが42階の高層ビルを隈研吾さんが設計すると、メインのアイデアとして地上部に苔庭をしても欲しいという依頼がそのまま発注者に提示され、でその仕事依頼を受けたのがちょうどその2015年でした。で、この人工地盤っていうことであって、コンクリートの躯体の上に、今回の庭を作っていくわけなんですけれども、あまりこういうかなり大きな面積での前例というのが日本でももちろんですけれども、北米、詳しくは調べてないですけれども、おそらく初めての試みになるというプロジェクトで非常に興奮し、それを受けたわけなんですね。そういう流れで、今回これに至っていくわけですけど、いろんなその試行錯誤を、皆さんに共有したく、そしてまたこれ多くの人に広い意味でこれをよく理解していただいて、新しい栽培方法が今後開発されたり、新しいそういう施工技術が誰かによって変わっていくようなことを望んで、こういうビデオを今回作ってるわけです。日本でよく使われる庭などによく使われる苔の種類として、馬杉苔というのがありまして、京都あたりのお寺の庭に行くともう大体その庭がほぼ主流になります。でその種を設計者である隈さんから指定されて、そういう馬杉苔のようなテクスチャーを使った苔庭にしてほしいという依頼でした。ところがこの馬杉苔、もちろんこのバンクーバー近郊でもあるんですけれども、これリサーチしてだいぶ後になってから分かるんですけれども、当然のごとくあると思ってたものが実際山へ入ってリサーチしだす馬杉苔というのは厳密になかったわけです。あるんですけれども、それほど日本ほど自生してなかったと。でそれに代わる波形立ち苔という非常によく似た同じ種杉苔科の仲間で、多少葉っぱの形が微妙にちょっと違う種を選んで、それを種にまず使っていこうということを決めました。2015年に請け負った時点で、竣工が当時、5年先の2020年が高層ビルの、竣工という予定だったんです。でそれに先駆けて、プロモーションプロジェクトということで、発注者のあるビルの屋上に彼の隈さんの設計した茶室を作って、それに伴った茶庭をその周りに作るという、いわゆる準備期間、そしてまたそのちょっとテストとしてチャンスが与えられたわけです。でそこにやっぱり同じように人工地盤、コンクリートの上に人工の培養土を使って、でその上に苔を繁殖していくというそのプロジェクトが、その後先駆けてするということになりました。まずその茶庭のプロジェクトに関して、やっぱり同じようにコンクリートの屋上面に
いわゆる人工地盤を作らなければいけないわけで、その苔の特性として、排水性が良くなおかつ保水性がいいものっていうものを実際こう人工的に作っていかなきゃいけないと。でこれをこういう培養土を作る会社がありまして、でそこでいろいろ試行錯誤をしまして、いくつかテストを重ねた上で最終的に選んだ土というのがここに明記しているような配合比で作った土になります。ティーハウスに関しては約50平米の苔なんですけれども、50といえどもなかなかこれ山取りで集めてこれを保管して養生していくっていうのがやっぱり思ったよりもかなりの労力と、そしてもちろんスペースもいるわけで、それを管理するということが非常に難しかったですね。もちろん枯れないように常にこう灌水していくというような状態で養生していくという。でその基本的にはまだその当時栽培方法というまだ知識がなく、ただ単に山で生えて自生しているものをそのまま現場へ移すというような形のいわゆる移植方法ということを私が京都にいた頃行ってた施工方法です。それとやはり苔は大事なもの、多少の日光日がよく当たる、当たっては困る嫌うもちろん種もあるんですけれども、今回の杉苔波型立ち苔比較的明るいところでよく自生しているという。でそれに伴いやはり多少の湿潤、それをどうやって補うかというと、人工的に作られたスプリンクラー施設を設備をしてで施工した後、それでたっぷりと水をあげていくという形を取りました。苔張りのタイミングなんですけれども、できたら雨季に施工したかったんですけれども、やっぱり工程上どうしてももう無理だということで、最悪の8月、一番バンクーバーでは暑く、そして雨が少ない時期になってしまいました。これはそういう選択肢がなかったのでやむを得なかったんですけれども、たっぷり水をあげるということで、補うつもりにしてました。施工してそうですね、毎日週に1回ぐらい毎回よく観察しにはよく行ってたんですけれども、だんだん9月10月11月ぐらいになってからやっぱり赤茶けてきてる。で根付いてるかと思ったらやっぱり根付いてないっていうのが原因で、12月1月に入ってから雨が降って濡れてるはいるんですけれども、非常にこう苔にとってダメージがちょうど見られたわけです。でそれにその対策として、1月に入って全体を目土をかけるという作業を行いました。それは根を保護する意味と、そこから新しい新芽を出すための一つの方法として思いついてやったわけです。その土というのは約 70% が砂で 30% が熟成した腐葉土を使ってしました。それからしばらく1ヶ月ぐらいは心配してたんですけれども、特に変化がなかったんですけれども、気温が上がりだす大体3月半ばぐらい以降から新芽が出るようになり、それでホッとはしたんですね。で3月ぐらいからようやくそこから芽吹き出したっていう感じです。で大体元の状態に戻るまでにはそれからさらに3ヶ月ぐらいかかるんですけれども、春の気温が上がったと同時にやっぱり光合成の活動が活性化され、そして元気に戻ったと、一度胸をなで下ろしたというところです。一応ティーハウスに関しては作業が終わり、それからずっと様子見ていくわけですね。で1年ごとに変化、どういうものが新しい種が入ってくるとか、いわゆる湿潤状況とかいうのを定期的に行って管理をし続けていきました。それと同時に2020年に一応完成予定のその高層ビルの庭の部分のデザインもだんだん煮詰まってきて、だいたい大まかな図面が出来上がってくるわけですね。でそれを見た時に非常に難易度が高い、いわゆる人工地盤3つあるんですけれども、その一番は急勾配
かなり傾斜がきつい箇所があり、そうですね、角度でいうと60度以上のところで、平均全体見ても大体30度、傾斜30度以上のところが約7割ぐらいある図面で、いわゆるすり鉢状な形の庭という形でした。それとあと、第2の点として構造物、いわゆる建物の下になり、人工雨水、雨が一切かからないところが約7割ぐらいあるという、それが2つ目。そして3つ目が、大体施工面積350平米の苔面積ということがだんだん分かってきました。で1番目のその急斜面の施工対策として、いろいろこれもテストを繰り返し試行錯誤していく中で、コンクリートできたすり鉢状にどうやって土をつけていくか、もちろんそれだけ傾斜60度のところではとってもじゃないけれども、みんな流れ落ちてしまう。でそこであるアーキテクトが発案したのが、土のうを積んで、いわゆる土具みたいなもんですよね。よく洪水の時に川が氾濫を防ぐためによく積む、いわゆる中に砂を入れて、袋に入れてそれを積み上げると、それをまず前面に引いて、傾斜が緩いところは砂利で目つぶしし培養土を吹きつけるという方法はすぐに思いついたんですけど、その急勾配のところはどうやってそれを土に変わるものを置いたらいいかっていうのをいろいろ考えて、全く別の用途で使われているはずなんですけれども、ベントナイトマットという製品がありまして、ファブリックの間にベントナイトというクレーをちょうどサンドイッチ状に挟んだものを、試しに使ったところ、どうもではないかと、保水性がいいし、ただ土ではないので苔が根付くかどうかというのはとにかく試験的にやってみようということでやって、一番効果がありそうだっていうのをまず使いました。でそのマットだけだと下が土のう袋でなかなか固定できないので、そこで思いついたのが、アルミのエクスパンドシートっていう、メッシュのようなアルミのシートを使って、それで土のう面をある程度固定し、その上にベントナイトマットを貼ることを思いつき、それでテストを繰り返してみました。斜面に苔を貼り付ける際に滑り止め対策として特注のステンレス製のスパイクを苔マット1つにつき8本のスパイクで固定しました。ステンレス製を選んだ理由は、市販されている鉄製のものは錆びてしまい、その錆が苔を黒く変色させてしまうテスト結果によるものと、ある程度の強度、スパイク先が鋭利でなければマットを突き抜けられないので、特別に製作してもらいました。次、人工冠水に関してなんですけれども、雨がかからないところが約全体の面積の 70%、それをどうやってカバーするか、冬の間がやっぱり氷点下になった時にどうするかということで、このスプリンクラー社が発案したのが、いわゆるフリーズセンサーをつけて、ある氷点下に近い気温に下がった時点でセンサーが働いて、コンプレッサーと自動的につながり、水を全部そしてまた上がった時点で、復活対策を取るようにしました。で3番目、苔の手配、これ350平米もの苔をどうやって集めるか、プロジェクトの一番の難題だったわけです。それを調べていくうちに、日本で個人的に苔を10年近く研究なさっている方をたまたま知り合いまして、実際日本へ行ってその方にいろいろお尋ねしていろいろご教授いただきました。現在苔栽培において大きく分けると3つあります。一つは従来私たちが日本でやってた移植工法、もしくは栽培になりますけれども、山で自生している苔をそのまま強引に剥ぎ取ってで、庭に植えたり貼り付けたりというような工法、花根っていう根が実際苔にはあるんですけども、小さく切ってしまうとどうも活着が悪いっていうようなことが実証されて、
それを深く掘るには10センチから30センチ近く土をごっそり持ってくるという方法が一番活着率が高い。ただそれに対する労力ですよね。それが非常に重くなってくる。そして、自然に入るものを剥ぎ取ってくるわけが、環境破壊ということにも大きくつながります。で、2番目にある栽培方法としてクローン栽培というのがあります。で、クローン栽培というのは、例えばウマスギゴケの茎1本を地面に置いて目土をかけてあげると大体10芽自然に出てくるんですね。で、それを半分に切って5センチにするとそれぞれ10芽ずつ出るんで20芽のつががあります。それをさらに区切るとさらに 10芽出ていくんですけれども、もちろん限界がありまして1センチから2センチ以下にしてしまうとあまり発芽率が良くないということが実証されています。で、3番目は胞子栽培。これは一般的に苔は胞子で繁殖していくと言われてて、学問上はそれで実際立証されてはいるんですけれども、実際この成功例というのがラボ以外人工的には今のところは不可能とされてるんですね。で、その中の3社ある中で選んだのが2番目のクローン栽培で、これは育てれば根がしっかりつけば一番活着率が高いと言われている栽培方法です。これからその苔を選んでいくわけなんですけれども、苔の学位を取られた方に協力をして、苔探しをしていくわけです。で、ここで種類っていうのは、ほぼ日陰から湿潤乾燥も含めたあらゆる条件で育つ苔を集めて11種類、これを書き出したのはこれはレポートを見てもらえれば分かると思います。で、さらにそれを採集した後にナーサリーへ持って行って、試験栽培をしてみる。どうやってどのくらい育つんだろうか、そしてどういう条件であれば一番いいのかというような中で、しばらく2、3ヶ月もしくは半年近くその様子を見て最終的に4種を選んでいきます。で、その4種に選ばれるのがここに列記しているエイトリカム、キンバルギア、プラジオミムニウム、ポリティカム、ジュニパーナムという、この4種類、比較的日向日陰に育ち、そしてある程度斜面、そして湿潤にも耐えうるだろうというあらゆる条件にそれぞれ適応した4種類を選んで、これを混ぜて種苔として栽培していきます。4種の苔を選ばれたらいよいよ栽培に入っていくわけです。これナーセリーで、栽培管理やってもらうわけなんですけれども、まずプラスチックトレーに培養土として砂とピートモスの配合されたもの、そしてさらにそのプラスチックトレーの中にココナッツのマット、大体厚み1センチぐらいのものを一応引くわけです。これは施工時に仮に根が繁殖してなかった場合、根が崩れてしまうので、それをサポートホールドするという意味でココナッツマットを使用しました。で、そこに4種の乾燥して洗浄された種苔をきれいに並べて、で、目土をして転圧して、あとはグリーンハウスの中に並べていくわけです。なぜグリーンハウスを使ったかというと、やっぱり水の管理というを一律にしたかったということですね。やっぱりバンクーバーの場合は雨が非常に多いところで、培養土が濡れすぎるとカビが生えたりするということが考えられましたし、実際起こったので、それを管理しやすい、手で管水できるようにということで、あえて自然雨水はかからないような状態を条件として、で、水管理を人工的にしていくと。そして夏は夏で日射、日照りが非常に強くなるので、それを遮光ネットを使いながらコントロールする。場所によっては 50%、というところは 70%、それも様子を見ながらいろいろやっていくわけです。そしてそれに伴ってその苔がいろいろ繁殖しだ暖かくなると繁殖しだす。最初出たある種の苔がいつの間にか2ヶ月後には消えて別なものがいわゆる侵食していくという、いろんな種がミクロの世界で侵略を行っているという非常に興味深い出来事を観察していくようになります。で、約1年半から2年、日本の場合はもうちょっと商品になるまで早いらしいんですけど、やっぱりカナダの場合は生育期間がやっぱり短いということもあり、
ぱり2年ぐらい、この実際よく見てると2年、ものによっては3年ぐらいかかるかなと、根がしっかり、繁殖するというのが大体そのぐらいの時期がここではどうしてもかかってしまうと、そういうところですね。竣工から5ヶ月が経ちました。ここに10平方センチメートルに切り取られたプラスチックのテンプレートを作ってみました。これを苔面に当て、苔の数を数えると、その中に約200から250本。これを単純計算に1平方メートルにすると約2万から2万5千本。で、さらにこの苔庭総面積約350平方メートルに換算すると、700万から約880万、ひょっとしたら1000万本近い苔たちがここで生育しているわけです。地球の誕生は今から約46億年前と推定されています。その中で苔の誕生は約4億6千万年前と推定されています。水中で繁殖した藻が進化をして地上へ上がり、さらなる進化を繰り返し、地球上ほぼ全域に生育繁殖するようになるんです。苔は地球上で最も古く、自然種の最も多い植物でありながら、生態に関してはまだまだ知られていない未知の植物なのです。この苔たちにこれから健全に生育繁殖してもらう環境づくりというのが、実はこのプロジェクトの一番の課題になります。その環境づくりとは、適当な湿潤の保持を目的とした灌水方法、日射のコントロール、人為的及び鳥害などによる被害の対策などがあります。苔は日本の庭では欠かせない造園素材の一つですが、ここ北米、特にバンクーバーでは自然界の中にたくさん繁殖しているのにもかかわらず、人為的に作られた空間ではあまり歓迎されていない風潮があるようです。山に自生している苔を街中の人工地盤上で見てもらい、改めてその魅力と美しさを感じられれば、ここでの新たな造園素材の一つとなる可能性があるのかもしれません。さまざまな試行錯誤を繰り返し、多くの人と新たな出会いがあり、いろいろなことを気づかせていただいたこのプロジェクトに参加できたことを心より感謝いたします。ありがとう。